こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、野菜スープ作りたいと思います。お願いします。野菜スープね、キャベツこれだけしか残ってないんだけど、これだけと、かぼちゃ、この半分くらいしたいと思います。で、人参ちょっと、玉ねぎ1個です。野菜スープね、野菜スープですけど、ちょっと調べてみたらね、とても体にいいっていうか、生野菜よりも抗酸化力が10倍以上あるそうですよ。そしてね、それがとっても体にいいっていうことがいろいろな研究結果で出てるんですって。よいしょ。調べたらね、それで後でね、説明欄にね、貼っときますね。その、見た、これのね、アドレス。よいしょ。で、キャベツもね、かぼちゃもね、人参も玉ねぎも、だいたい100グラムぐらいずつだそうです。でも適当でいいんじゃないかって私は思うんだけど。なんかね、ハーバード大学のね、元教授さんがね、こういう研究してね、で出してるらしいですよ。論文というか、本というか。それがとても体にいいんですって。よいしょ。あら、どうやって調理しよう。わかりないや。そして、野菜が浸るくらいのお水入れます。味付けはね、何もしなくっても、これは食べやすい大きさに切りますね。味付け何もしなくっても、野菜の甘みとかから野菜から甘みとかが出て、とても美味しくなるそうですよ。よいしょ。もう抗酸化力が上がるっていうから、免疫力もアップして、老化予防やら、がん予防やら、いろいろな病気に効くらしいですよ。水入れてね、2、30分煮るだけでいいんですって。ね。すごいね。人参の皮、せっかくだから、皮まんま。あと切ってね。よし。煮るだけなんですよ。加熱すると細胞が壊れて、これも野菜の栄養素が出やすいみたいですね。それが病気にもいいんですって。ちゃんと結果出てるらしいですわ。味付けしなくても美味しいそうなんですけど、そこら辺は適当にね、コンソメでも味噌でもトマト味でも好きなのでしたらいいと思いますよ。好みでね。よいしょ。でもとりあえず私は味付けしないでして、後で出来上がってからできますもんね。物足りなかったらね。
野菜ジュースープをしてみたいと思います。こういうとこにしよう。よいしょ。で、黄金のスープっていうらしいですよ。かぼちゃが溶けてきてね、黄金色になるんですって。よいしょ。玉ねぎも切りますね。本当はこの皮も入れたらいいかもしれないね。茶色い皮も栄養あるって言うから、ポリフェノールか。よいしょね。わあ、かぼちゃこれ余ってしまった。鍋が小さいのか、ちょっと下になるまでこれを煮たいと思いますね。ちょっと出来上がるまで待ってください。20分ぐらい、20分とちょっと経ったのでもういいかと思います。ちょっと具材小さく切ったのでね、ほらちょっとほらかぼちゃのとこもね線入ってもうできそうな雰囲気なので、ちょっとね取ってみたいと思います。ほら全然これね、塩も胡椒もコンソメも入れてないし、だしもしてないんですよ。何もしてないんだけどね、それでいいそうですわ。それで後でね、種入ってた。後でまたねアレンジしてトマトしたりね、コンソメしたりお味噌したりしたらいいみたいですよ。これね、なんか本にも載っている体に野菜スープってらしいですわ。後でね説明欄に載せておきますね。とても体にいいんですって。人参まだ硬いかな。人参は硬いでしょうか。ちょっと食べてみよう。大丈夫。人参もやばいです。かぼちゃもこんなに砕けるほどなので、ちょっといただいてみます。ダメだったらねまたもうちょっと煮るだけだからね。なんかそういうスープ、健康にいいスープなんですって。病気の人も健康な人にも。やばい。やばい。なんかやや甘い。かぼちゃの甘さだね。なんかとろっていうか、なんとなくやばい。なんとなく甘い。やばくて甘いです。塩も何も入れてないんだけど、なんか自然な感じ、やっぱり。甘い。かぼちゃは甘い。美味しいですわ。なんかおいしい。体になんか染み渡っていくみたい。あったかいからかね。でも良さそう。良さげ。これでも味噌汁に味噌ちょっと入れてもいいかも。でも
このままでも十分。まあ好みでアレンジしたらいいみたいですわ。抗酸化力がね10倍から100倍だって、100倍ですって。100倍ってすごいなと思うけど、こんなにたくさん作ったんですよ。見えます？ほら、もう鍋にいっぱい。これはね作り置きして冷凍してもいいんですって。まあどんな効果が出るか楽しみに飲んだらいいみたいですわ。まあ、私これに味噌を入れてもいいかも。はい、というわけで体にいい、野菜スープできました。詳しくはね、説明欄に貼っときますね。はい、今日も見ていただいてありがとうございます。プリンセスモナコでした。